はいどうも B 賞です。普段このチャンネルではホットイズを中心にフィギュアのレビューやカスタム動画を投稿しているので、ホットイズやインアーツといった6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。カスタム欄については X あたり、Instagram でからメッセージをお願いします。はい、ということで今日はね、最近ホットイズ事情について僕なりの意見というか思っていることをね、話していきたいと思います。ぜひ僕の意見を聞いてもらった上で、皆さんの意見なんかもね、コメントで教えてくれると嬉しいと思います。はい、ということで早速本題なんですけど、最近のホットイズを見ていると、かなり焦っているというか、ちょっとホットイズね、このままで大丈夫なのかなというふうなことが増えてきたような気がするんですよね。近いところで言うと、ホットイズジャパンとしては、ほぼ育ちトイズのことを言ってるだろうと分かる風な非正規店の排除。さらに一番の衝撃だったのは、世界共通の話題にはなるんですけど、予約が開始していたホットイズのヤングバリーとサカリアンヤンマンが発売中止になるという事件があったということで、理由は明確ではないものの、予約中だろうがね、人気のフィギュアについては今後排除されるかもしれないというね、ちょっとファンとしては今後不安に感じなければいけないことが増えてきたかなという気がしているんですよね。これまでホットイズっていうのはね、この業界の中でも一強の存在だったと思うんですけど、今となってはインヤーツだったりとか、JND とかね、ホットイズのクオリティを超えてくるようなメーカーが参戦し始めたこともあって、ホットイズの地位っていうのがね、結構揺らいできてるのかなというふうに思っています。ホット自身もそろそろね、何かしら変えていかなければいけないのかなという時期が来てるんじゃないかなと思うので、個人的にもっとこうなっていけばいいなと思うところについて話していきたいと思います。まず一つ目はやはりクオリティ問題ですね。もちろんホットイズのフィギュアっていうのはめちゃめちゃクオリティ高くてすごいっていうのは大前提としてあると思いますし、ホットイズのことはね、僕自身も大好きなんですけど、ホットイズには本当にもっと頑張ってほしいなというのが正直なところです。先ほども言ったように、インアーツだったりとか JND がね、登場したことによって、ホットイズのフィギュアっていうのが値段の割に安っぽく見えることが増えてきたかなという気がしてるんですよね。それがラインナップのせいなのか、単にクオリティがちょっと落ちてるのか、そういったところははっきりとわからないんですけど、眼球可動が表示になったりとか、アルチザンが登場したとはいえ、今一つクオリティ面で最近パッとしないのかなというふうに僕は感じています。価格帯は違うとしても、比較の例として、インヤーツと JND をね、今回中心に出していこうと思うんですけど、インヤートは発売時期は微妙にまだ読めないところあるんですけど、そこまでやるかというくらいにはね、クオリティに重きを置いていて、Facebook だったり、Instagram なのでね、ファンの意見を募った上で、それを元にアップデートを重ねて、情報を発信しながらリリースまで持っていくというようなイメージが強いかなと思っていて、リリースされている製品を見ても価格とクオリティのコスパっていうのはかなりいいんじゃないかなと思ってるんですよね。もう少しリリースまでの時間が短縮されたりとか、もちろんラインナップはかなり少ないので、今後もっとラインナップ拡充していってほしいなというふうには思うんですけど、クオリティについては個人的にはね、この6分の1業界の中でも本当に現在ナンバーワンを走っているのはインアートかなというふうに思っているので、そことホットイズを比べると、若干ね、ホットイズがちょっと劣って見えるのかなという感じが最近しています。そしてJND については、価格は高すぎてね、ちょっと僕自身は手は出せないんですけど、これはなんといってもね、シリコンヘッドによるシームレス稼働だったりとか、磁石による眼球稼働とかね、ホットイズのインアートでは全くなかったようなエグいレベルのスタチュークオリティを6分の1に反映しているっていうのが現状かなり魅力に感じるポイントだと思っています。そこでやはりホットイズを比べてみても、素材だったりとか、植毛の質っていうところについても、ジョーカー同士を比べてみても、やっぱり JND に軍配は上がるのかなというふうには思うんですよね。もちろん価格だったりは全然違うので、ちゃんとした比較にはなってないかもしれないんですけど、本当にこういったところを見ても、ホットイズはね、もっと頑張ってほしいなというふうに思うポイントかと思います。一方ね、ホットイズというと、もちろんクオリティは高いし、アルチザンも登場したりとか、進化もしてるんですけど、いざ発売されるとなると、プロトタイプからの劣化を感じたりとか、ラインナップは多いものの、最近特にね、質より量になってきてるんじゃないかなという雰囲気を僕は感じていて、素体や頭身のバランスもいまいちだったりとか、正直このままだと6分の1回のトップっていうのは、インアートだったりとか、JND に買われる時代は近いのかなっていう気がしてるんですよね。もちろんどのメーカーもかなりの数を手作業で生産していると思うので、ホットイズに関しては特に数も多いと思うので、難しい部分もあるとは思うんですけど、特にこのクオリティというところについてはもう一度見つめ直して、改めてホットイズならではのギミックをね、売りにしてもらったりとか、明確に示してくれると一ファンとしては嬉しいポイントかなというふうに思いますね。逆にホットイズらしいスタイルを貫いているといえばね、そういうふうには見えるんですけど、ここまで他のメーカーが頑張っている中で、ホットイズはうかうかとしてられないのかなというふうには思っています。そしてそれ以外の要素としては、発売時期だったりとか、医薬品のリリース情報についてはね、個人的にずっとなんですけど、すごい気になっているポイントですね。ホットイズあるあるのプロトタイプだけ作って未発表で終わっているもので言うと、最近はマンティスだったりとかドラッグス、あと一番期待値が高かったのはバルチャーの販売かなと思うんですけど、このあたりの続報っていうのがね、今どうなっているのか全く見えない状態なので、そこはちょっと気になるポイントかなと思っています。いい後でもチェーンソーマンを発表してみたりとかね、ちょっと同じことは言えると思うんですけど、発売するしないっていうのはね、結構ファンとしては重要な気もしますし、一度公開したのであれば今後の予定をある程度示してほしいかなというふうには思うんですよね。そういったところについては、このフィギュア業界というか、全般的に言えることかなとは思うんですけど、特にホットイズに関しては結構期待させた上でリリースしないということが多いと思うので、ちょっとそういったところも今後ね、改善していってくれると嬉しいかなと個人的には思っています。各社の意外なラインナップが魅力にもなり得るので、情報を公開しないことで売り上げが伸びたりとか、各社の競争にもつながるという面では面白いと思うんですけど、割と大きくプレリリースを行った上で全く続報がないっていうのはね、本当にかなりモヤモヤするので、そういったところは今後ね、改善してくれると嬉しいポイントかなというふうに思っています。それに
加えて今回の発売中止っていうのはね、ここかなり怖い要素だと思っていて、同じような流れがね、これ以上広がっていかないでほしいなというふうには思いますね。前回動画でも言ったんですけど、サカリアンアイアンマンについてはある程度仕方ないかなというような気はするんですけど、ヤングバリーについてはクオリティもいいと思いますし、正直これを発売中止にする理由っていうのはちょっとわからなかったんですよね。他のラインナップと比べても人気はなかったのかもしれないんですけど、気になるところで言うと、カーンについては制作が続行されていて、今回このヤングバリーについては制作が中止されるというようなところもちょっと個人的に納得いかないというか、どういった理由があってこうなってるのかなというところが気になっているところです。そして最後、国内ホットイズジャパンとトイサピエンスについてですね、日本のコミュニティがどの程度ホットイズ自体に影響を与えているのかはわかりませんし、ホットイズとホットイズジャパンではね、ある程度違う組織ということはね、分かってはいるんですけど、ホットイズジャパン、そしてトイサピエンスには本当にもっとね、頑張ってほしいなというふうに思います。具体的な例を挙げてみると、イベントの開催だったりとか、発売時期についてですね、価格の値上がりについてはもう世界的だったりとか、経済的な話なので仕方ないかもしれないんですけど、非正規店の排除だったりとか、トイサピエンスのフルコンプシステムっていうのはね、本当に個人的にも逆効果じゃないのかなというような気がしてならないんですよね。特にこのフルコンプシステムに関しては、未だに誰が加入しているのか見かけた方がいたらね、教えてほしくて、正直あのシステムに関してはファンのこと何も考えてないのかなっていうか、これ誰が加入するんだろうっていうようなことをね、率直に感じたシステムだったんですよね。ただしあのシステムが作られたということは、少なからずトイサピエンスの予約で全体をコンプリートしている人が進行形である程度いるからこそ生まれたシステムじゃないとおかしいと思うんですけど、加入した場合はキャンセル不可で対象シリーズは問答無用で予約されるというシステム、本当すごいなというか、あまり良くない言葉かもしれないんですけど、殿様商売というかね、本当にどういった意図であのシステムを開始したのか未だにちょっと分かっていないポイントなんですよね。メリットというと、たまに発売されるアルチザンを確保できるくらいかなという気もするんですけど、とはいえ、アナキン以降アルチザンのラインナップというと、植毛以外にもね、通常版があるので、限定数としても結構売り残ってるイメージもありますし、加入したからといってポイントがついたりとか、さらにいくらか安くなることもなかったりとかね、今値上げも進んでいる中でちょっとそのシステム鬼畜すぎるかなという気はするんですよね。特に最近のホットトイズに関しては、発売直後からフリマアプリだったり Amazon で予約価格よりも安く売られることも多いと思うので、そういったことを踏まえてはもっと予約することのメリットっていうのをね、増やしてほしいなというふうに思っています。で、発表当時の動画でも言った気はするんですけど、加入者向けにこれがあったらいいなというふうに思う特典として、ちょっと個人的な意見を話していこうと思うんですけど、まず1つ目、予約商品にもポイントをつける。2つ目、さらに多少値段を下げる。3つ目、1週間以内とかね、期限を設けた中でキャンセル可能にする。最後4つ目に関しては、海外リリースと同じタイミングでホットイズを受け取れるというのはね、これくらいは加入者に対して特典があってもいいんじゃないかなというふうに僕は思っています。あのシステムに加入できる条件が確か20体以上トイサピエンスでホットイズを買っている方だったと思うんですけど、まずその実績をクリアするという前提条件を設けていることだったりとか、普通に全部の商品を買うって結構えぐいことだと思うので、その中で加入者にあまり特典がないシステムっていうのは全く魅力的に感じないかなというふうに僕は思ってるんですよね。もしこの動画見てくれてる人の中で加入している方がいればね、コメントなんかで教えてくれると嬉しいです。そして、トイサピエンスだったりホットジャパンに頑張ってもらいたいこととしては、イベントをもっと開催してほしいですね。今久しぶりにトイサピエンスの方でバックトゥーザフューチャー関連のイベントをやってると思うんですけど、最近ほぼイベントがないんですよね。聞いたところによると大阪コミコンにもホットトイズのブースっていうのは出店がないようなので、結構ね、ファンとしてはそれ残念かなと思っていて、僕個人的に最後に行ったイベントで言うと、東京コミコン2023の会場でね、ホットトイズを見たのが最後なんですけど、行って実物見るとね、やっぱり予約したりとか買っちゃうんですよね。ザ・バットマンに関しても、インアート買ってるからね、ホットトイズの方は諦めようかなというふうに思っていたんですけど、実際イベント会場で見るとかなりかっこよく見えて、やっぱり買おうとなりましたし、スーパーガールもアップデートされていることが分かったりとか、結構他のフィギュアに関しても、いいところ悪いところっていうのをね、肉眼で見ることによって、このフィギュア欲しいなとか、逆にこのフィギュアはやっぱいらないかなとかね、結構考えるポイントになったんですよね。そういうことを踏まえても、やっぱり実物見るっていうのは本当に大事だなと改めて感じたきっかけにもなったので、絶対イベントに関してはもっとね、開催した方がいいと思いますね。もともと大阪と名古屋にも店舗あったと思うんですけど、残念ながらね、閉店してしまったので、東京近辺に住んでる方はトイサピ行けばね、なんとなくフィギュア見れるかもしれないんですけど、それ以外のところっていうのが、ほぼホットイズを生で見る機会っていうのがないと思うんですよね。その中で売り上げを伸ばそうとしても、まず無理だと思っていて、そもそも日本だとアメコミ関係のものに興味がなかったりとか、ホットイズ自体をね、知らない人っていうのもかなり多いと思うので、まずね、これだけすごいクオリティのものがあるということを知ってもらうためにも、百貨店とかポップアップストア、イベントブースなんかでもいいので、もっとホットイズの露出っていうのを増やして、興味を持ってもらうことが大事なんじゃないかなというふうに思っています。僕の考えが浅はかかもしれないんですけど、そうすることによってアメコミだったりとかね、ホットイズを知る人が増えて、結果的にトイサピエンスを利用する人が増えた結果、いろいろとね、いい方向に向かっていくんじゃないかなというふうに僕は思っています。海外だと例えば香港とか上海とかね、韓国とかになるかもしれないんですけど、結構いろんなイベントに出展していたりとか、今もダークサイドのイベントをどこかでやってると思うんですけど、そういったイベントがちょくちょくあるんですよね。それに対して日本ではホットイズを生で見る機会というと、イベントを通しての場合だと東京コミコンくらいかなというふうに思っているので、本
本当にそういったところは今後ね、露出をもっと増やして認知度を上げる努力っていうのをホットイズジャパンもしていってもらいたいなというふうに思っています。とはいえ悪い面だけではなくて、最近では海外とのラグがなくなりつつあったりとか、ものによっては日本が優先発売になったりね、いいこともあるので、ホットイズ、そしてトイサピエンスにはもっとファン目線でね、運営してくれると嬉しいかなというふうには思っています。でもあと個人的な希望としては、ラインナップで言うとフルセットだけではなくて、数量限定だったりとか、受注生産でもいいと思うので、ジオラマダイザだったりとか、胸像、ヘッドのみなのね、そういった細かいアイテムのみが発売されても面白いんじゃないかなというふうには思っていて、せっかく素晴らしいヘッドがついていたりとか、セットで買って並べる方もいる中で、本当ヘッドはね、もったいないかなと思うんですよね。中には胸像だったりね、そういったアイテムがついているものもあるとは思うんですけど、特にこの胸像についてはもっとラインナップを広げてもいいんじゃないかなという気はしています。あれだけクオリティの高いヘッドがあるのに飾らないのはもったいないんじゃないかなと個人的には思っているので、もっと何かしらそういったものをディスプレイできるようなアイテムを発売してもいいのかなというふうには思っています。あとはね、ここ1年で言うと、近年のホットイズを伝えていたマーベル作品の公開自体が減っていることもあるので、今年の夏に公開されるデッドプールシリーズだったりとかね、来年以降の公開作品が発表されればまた人気は盛り返すんじゃないかなとも思っているので、それらのラインナップにはね、期待したいなというふうに思っています。はい、ということで今日は最近の6分の1フィギュア、特にホットイズについて感じている問題点を話してみました。自分の意見が 100% 正しいとは決して思っていないので、ぜひ皆さんが期待することだったりとかね、意見なんかも教えてくれると嬉しいです。最近心配なこともね、本当に多い中でコレクション難しいなと思うことが増えてしまってるんですけど、これからもね、一ファンとして、コレクション楽しんでいくために、販売元のメーカーだったりね、販売店というところにはもっと頑張ってほしいかなと思っています。まず近いところで言えば、ホットトイズではないんですけど、インアートのザ・バットマンですね。スターチトイズからはまだ何も連絡がないので、毎日ほんとそわそわしてるんですけど、予約している方はね、ほんとたくさんいると思うので、みんな揃って届けば嬉しいなというふうには思いますし、僕自身はね、届いたら3、4本の動画に分けて詳しくレビューはしていこうと思っているので、ぜひね、買ってる人も買っていない人も楽しみにしていただけると嬉しいと思います。でもあと、スターチトイズに関して明確にいつかわからないんですけど、今ある別のサイトを作って、ホットイズを販売する準備を進めているということは、スターチトイズへの問い合わせで分かっていて、準備ができたら X の方でアナウンスをすると聞いているので、興味ある方はスターチトイズの X をね、フォローしておくと面白いかなというふうには思います。なんだかんだ僕自身はね、スターチトイズをメインにして、トイサピエンスだったりとか、Yahoo ショップを使いながら今後もコレクションしていこうかなというふうに思っているんですけれども、サイトが立ち上がったらね、またアナウンスはしていこうかなというふうには思っているので、今後改めて利用する人がいるかはわかんないんですけど、個人的にはそういったところもちょっと期待はしていこうかなというふうに思っています。ということで、この動画参考になったり、いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。概要欄に僕の X だったり、Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。